よろしくお願いします。お願いします。どうしまし10月の頭にメテオのカラーをやっていただいて、で、川崎でしたっけ？あ、そうです。はい。TBK さん。そうです。はい。インスタ見てたら、メテオこれだと思って。でも取り扱ってるサロンすごい調べて、自分家から一番近い。そう、多分アクセスいいんですかね、TBK さん。はい。武蔵新庄ですね。武蔵新庄。はい。行ったことないんであれですけど。知ってる沿線上だったので、ここ行けると思って、そこ。すごい、しかもなんか上げてるインスタとかも上手だから。あ、そうなんですよ。ありがたいです。で、すごい晴れの日は、これで朝、ノットミストしてアイロンをするとすっごいインスタのようなサラッサラになるんですけど、雨の日になると一歩外出るとなんかこのうねりがすごい出てきちゃって、うねりがちょっと後ろ一回映してください。このね小さい細かいうねりはねメテオ取れないんですよ。ツヤとかはねすごいやっぱ出せるんだけど、どうしてもねこういう細かいうねりは矯正までしないと取れないけど、でもそこまでするかどうかですね。あとは丸さはでも残したいですよね。はい、ちょっと短くもしたいんですけど、ちょっと長いですよね、特に後ろ。はい、25年ぐらい前に、お任せでちょっと短めにってお願いしたら、モンチッチみたくなっちゃってそれ以来トラウマでショートにできなくて、いつもこのぐらいなんですよね。どうしようかな。でもそんなにストレートしたくないんですよ。なんででも、雨の日のうねりが取りたいじゃないですか。はい、表面矯正しましょう。はい、この表面が結局水を吸うのってこういう細かいチリッとしたところ、これが水を吸ってさらに吸うとこうなるじゃないですか。はい、こうなるとさらにどんどん吸うんですよ。要は歩いてるだけで水の分子がボーってぶつかってくる。だから表面さえ綺麗であればいいんで、そうすると丸さも出せるし、ちょっとショートもカットも結構いい感じになるかなと思うんで、それでいきましょうか。彼もちょっと伸びてるんで、やりましょうかね。お願いします。はい、ショートどんな感じがいいと思う？ちょっとこう首周りがすっきりする感じがいいかなと思ってます。ここも重いですよね。はい、自分じゃあんまりよくわかんなくて、でもなんかすっきりさせたいなとは思うんですけど。いい感じにします。お願いします。じゃあ後ろお願いします。ちょっと一瞬下向いてください。はい、すいません。はい、今こんな感じですね。ちょっと失礼します。こういう感じで、多分このトップのダウンとかももうちょい柔らかくできるかなというんで、表面だけを宿毛矯正してメテオのカラーしてツヤツヤになりつつもあんまりシャキンとさせないように、宿毛矯正感を出せないようにしたいかなと思います。そんな感じでいきましょう。準備します。はい、お願いします。はい、じゃあまず薬剤紹介というか、もうこういう表面の細かいうねりを取るのはもうサクッといっちゃった方がいいんですね。酸性の宿毛矯正でじんわり柔らかくしてあげるのもいいんですけど、そんなにモデルさんそこまで癖ないんですよね。だからちょっとこういうふわーっとした癖、これがどうしても雨の日とか爆発しちゃうし、さらにやっぱり綺麗にツヤを出せないんで、普通にアルテマリッチ U の2対1でいきます。もうボトル作り置きしてるあるやつですね。で表面なんで前髪はかけない方がいいと思うんで、基本的に丸さを残しつついきたいから、そこまで幅広くいかない方がいいですね。この鉢植えのところをリッチ U ので毛先まで塗らない。こんな感じです。もうささっとやってちゃんとなじませる。なじませて、この表面だけです。もう本当に全体をストレートにしないようにして、表面のうねりの強いところ、チリつきのうねりですね。チリつき系のうねりっていうところにこうやってアタックします。あとはリッチユノの2対1。リッチがシステアミンのクリームで、ユノがチオグリセリンのリキッドなんですけど、これで pH6.5 ノンアルカリの弱酸性宿毛矯正ができるんですね。これがやっぱ一番早いですね。もう塗って、ちょっと馴染んだら即流します。やっぱりスピードが速いんで、pH5.5 付近の酸性の宿毛矯正よりも圧倒的に仕事率がいいのと、あとはもう本当に持続性ですね。癖戻りも少ないし、あとは酸性矯正のよくありがちというかミスでありがちな酸化不足っていうのになりづらいんで、これはなかなかおすすめの。リッチいうのがいいんですけど、なかなかスピード的にも早く塗らなきゃいけないし、結構難しいって言ってる方も多いんですけど、本当にこうやって馴染ませるだけなイメージで、スピード重視ですね。で、どんどんこうやって馴染ませて、で、軟化結構しがちな人結構多いんですけども、軟化は本当に8割ぐらいでいいです。引っ張ってなんか伸びを確認するとかそういうことしなくていいから、普通に触ってて柔らかくなったなと思ったら流しです。すごい早いと思うんですよね。
こういうもうポイントの宿毛矯正とか、こういうのができるようになると、この宿毛矯正のあれだけで1時間とかでできちゃうんですね、カット込みで。そうすると時間単価的にもね、お客さんも楽だし、美容師さんたちも席をそんなに埋めなくていいっていうメリットがあります。でこんな感じで表面に全部塗り終わりました。これでちょっとなじませる。こう優しく揉み込む。下の手を添えて上の手を動かす。G 手の浜口さんが出てくれた回でアライグマスタイルって言ってましたね。岩崎無反応だと俺が滑ったのか浜口さんが滑ったのか分かんなくなっちゃうし、浜口さん先輩だからやめてなんか飲んでいいのか分かんない言ってたっけなっていう。安年のアライグマスタイルっつってご老人のアライグマスタイル嘘詳しくは浜口さんの G 店に行った回をご覧くださいビビり直しのやつ王様です。お前見返せちゃんと岩崎はまだ髪赤だからだって取ることに必死ですもん。ありがとうございます先輩なのに大先輩の技術大先輩の技術をね取ることに必死だったのに俺はアライグマなんだと思って。まあでもアライグマですよね。このくだりいる言い出したのそっちじゃないですかじゃあこんな感じですね。ただちょっと体力はありそうなんで、これで5分くらい置けそうかな。結構髪の毛いい感じに強いですね。あ、本当ですか、インフォームのおかげですかね。あ、インフォームやられてる。はい。ああ、インフォームマジでいいんですよ。あ、そうもう多分全部やってます。全部やってる。ゼロやって、ノットシャンプーして、インフォームして、ノットトリートメントして、で終わった後ノットミストでリンクオイルつけて乾かしてますありがとうございますすごい素晴らしい。インフォームつけてると髪の強化になるんで、このパーマとかカラーとかがかけやすくなるというか、逆に言うと今時間かかるんですよ。要は髪がしっかりしてるから、普通に要はエイジング毛って言って中が空洞になってる髪とかだとこれもう塗って即流しとかでもいいんですよ。そう、ただ多分そうやっていろいろケアされててしっかりされてるから時間を置きます。だからむしろいいことです。ありがとうございます、じゃあちょっと5分後に、インフォームバーっとかけてフォーミングして流します。はい、お疲れ様でした。はい、行きましょう。でこのままカットいきます。カットいくんですけど、その間に中間処理が進むといいなと思うんで、ケラフェクトコネクター5倍希釈ですね。でアクア、やっぱなんだかんだいろんな処理剤使ってアクアに戻ります。やっぱりなんだかんだ質感が一番いいのと、邪魔しないですよね。変な重さとか厚みが出ないんで邪魔しないんで、僕は一番戻る感じですかね。さあ行きましょう。分け目はどっちが多いですか？なんか変えるように変えるようにしてる OK です、どっちでもいけるようにカットをしましょう。はい、行きましょう。はい、じゃあカット解説いきます。今こういう感じで、例えばこういうところに角があったりするんで、全体的にちょっとショート気味でかつ上品な丸さのある感じでいきたいなと思うんで、トップはそんなに短くしないようにしようかなと思います。なんで襟足あたりがすっきりするようなメリハリ丸さのあるショート、今日は行きましょう。グッと下見てください。ドキドキですね。完全お任せでいいですか？はい、ありがとうございます。信頼してます。初めましてなんですけど、一応ね。私動画の中でも何度も見てる。ありがとうございます。じゃあアウトラインからいきますね。はい、アウトラインレザーでいきます。ちょっとここら辺すっきりめになるようにこうぐらいかな。水平でいきましょう。まず水平でレザーで肌なじみのいい襟足っていうのを作りましょう。よいしょ。こんな感じですかね。肌なじみのいい襟足。よいしょ。そしたら、ここからもういきなり段入れてっちゃいます。で、ちょっと指が入るように少しブロッキングを上にして、よいしょ。で、トップに丸さが残るぐらいのレイヤー。これぐらいでいこうかな。ハサミ N スペックですね。はい、いきましょう。で、こう、馴染むように、ハの字スライスで、ここら辺切るとこそうですね。こうです。で、ここら辺から少し前の方長くしたいんで、後ろにワンパネルダイレクションかけて、こうです。で、ここら辺も後ろにダイレクション。そうするとアウトラインもこう揃ってきます。これ見えますかね？左右で見てほしいかな。はい、これがまだワンレングスですね。ワンレングスでただこう跳ねたりするんですけど、このレイヤーが入ることによってしっかりとまとまりのある綺麗な襟足、さらにタイトな襟足っていうのができます。はい、逆サイ同様です。で、ハの字で後ろにダイレクション。はい、後ろにダイレクション。
はい、こんな感じ。もうこれだけでかっこいいですね。いい感じのタイトな襟足ができます。はい、じゃあちょっと戻ってきてください。これぐらいでありがとうございます。そしたら、はい、中段いきましょう。中段が同じくセンターでウェイトコントロール。センターでウェイトコントロール。このまま、そうですね。この下段のグラというか、レイヤーに近いですね。レイヤーの角度をそのまま保っていきます。そうするとこのボーンノクボによく言うんですけど、ボーンノクボにウェイトポイントがあるっていうのが一番いいですね。あとは簡単です。一緒です。若干後ろにダイレクションかけて前下がりのグラデーションができるようにしてあげると綺麗ですね。よいしょ。後ろに。よいしょ。はい、ここですね。さあ、モンチッチにはしません。はい、結構でもたくさんの女性が経験したモンチッチですよね。あ、本当ですか。モンチッチの理由としては多分なんですけど、顔周りまで短くしちゃったパターンなんですよ。そうだからこうやって、今ね、美容師さん向きで言うと後ろに引いて前下がりにしてるんですけど、ちょっと前が動きがあると、上品な感じにできるかなと思うんで、今日はそれを意識してかっこいいショートはい、楽しみです。はい、いやもうモンチッチの時は次の日職場でなんかみんなに大人になってからすごい気を使われていいんじゃないみたいな。どうしたの？かわいいね。自分も言いづらいっていう。本当ですよね。OK、任せてください。はい、じゃあこのまま切り進めていってます。はい、こんな感じで後ろに引いて。もうこの流れですね。この流れが綺麗に切れてると思います。よし。はい、逆サイド同様ですね。よし。こうして。はい、真正面向いてください。よし、行きましょう。で、ここ、トップ切りすぎないように。トップは丸さが残るようにしっかりと細かく引き出して、切りすぎない。ここの角度超大事です。で、そうすると、こう綺麗な。ボンノクボに集まることによって首が長く見えるんですよね。結果、頭の位置が高く見えて、スタイルがよく見える、身長が高く見えるっていう錯覚が起こるので、それを狙いましょう。よいしょ。いい。トップは思った以上に細かくスライスを変えていくといいですね。で、後ろに引いて、こんな感じで。よいしょ。バックは切り終わりました。こういう感じ。はい、そしたらサイド行きましょう。サイド。で、サイドが、まずアウトライン決めちゃいましょう。このイヤートゥーのところまでは、このレイヤーの角度でアウトラインに行ってるんで、ここからスタートして前下がり。前下がりで、急すぎない方がいいですね。ある程度な前下がりなんだけど、シャキンとしないぐらい。これぐらい。切りましたね。はい。でそしたら、イヤートゥーのところに集めて、よくやるやつですね。集めて、段を入れていく。こうして。そうするとこう勝手に内巻きに入るショートバックになります。はい。上段も全部一緒ですね。今この顔周りが長いで、しっかりといい感じのショートにしましょう。はい。後ろに引いて。全部イヤートゥーのところで切る。で、顔周りが絶対長くなるんですけど、それはドライで調整する。いいですね。よいしょ。はい、横から見るとこんな感じ。こう、トップにボリュームがありつつ、ここから前に下がっていく。ボリュームポイントも前に下がっていくグラデーションですね。よし、行きましょう。で、このカットしてる間も、さっき塗った中間処理、ケラフェクトコネクターにアクアがしっかりと浸透して、やっぱ処理剤、加温するか5分放置するかぐらいすると、やっぱり違ってくるんで、カットなんで加温はできないですけど、こうやってしっかりと時間を置いてあげるっていうのが大事ですね。岩崎さんの足踏みました、今。怒ってます。はい、じゃあアウトラインいきますね。よいしょ。ちょっと左右を調整して、OK。そしたら、イヤートゥーに集めて、はい。こんな感じ。よいしょ。引いて、引いて、はい。そしたら、トップで左右差を調整します。で、こう、モヒカンガイド取ったら、これですね。はい、以上です。ベースカット終了ですね。はい、そしたら、一回乾かして、ドライカットと宿毛矯正のアイロンいきます。はい、中間処理、セラフェクトアクア終わってるんで、ノットのミスト、レブリン酸ですね。レブリン酸をかけて、で、リンクのオイルでいっちゃいます。
リンクの上にドロップちょっと混ぜて、よーく混ぜて乾かします。はい、じゃあブローが終わりました。こんな感じですね。はい、もうすでにアイロンしてないです。細かいチリチリってしたやつはだいぶ収まってると思います。で、最後にアイロンするんですけど、先にドライカットでブラントだけ取っちゃいましょう。ここでブラントだけ取って、あんまりドライカットしまくっちゃうと、この蓄毛矯正の具合とかで変わってくると思うんで、ブラントだけ取ります。はい、ちょっと下見てください。ショートなんで、普通にブラントいつも通り取っていくんですけど、よいしょ。ショートなんで一番下、この一番下のスライスだけ、まずセニング入れちゃいます。ルーツセニング入れて、産毛のようにしてあげて、馴染みをさらに良くする。基本的にもうセニングはここで終わりですね。あとは最終的な仕上げの時くらいしか使わないです。もういつも通りです。同じスライスで引き出して、でこうやって全て引っ張る。失礼します。よいしょ。ブラントを落としていくだけの作業なんで、逆に言うとスピードは欲しいですね。ここで下手に時間かけずに終わらせちゃった方がいいですね。なんで流れるように。どっちにしろ最終的にこの後アイロンして、カラーして、トリートメントして、最終的にカットもいくんで、ここはもうやった方がいいです。じゃあ最後にやればいいじゃんっていうのもあるんですけど、ここでブラント取っとくと、後で粗が見えやすいんですよ。なんで、順番ここやっといてあげた方がおすすめです。こうして、重いところを取る。はい、真正面向いてください。ありがとうございます。耳にかけた時とかも想像しながらブラントと、あとある程度ね、重さはすごい重いなと思うところは、チョップを深めに入れて、あらかじめ取っとくといいですね。チョップとかはもう浅めに入れて。わかります？このちょっとひし形感じ。めっちゃいいです。めっちゃまだあれだけどね。でもいい感じですよね。はい。そうそうそう。もうモンチッチにならない予想はできますよね。よし。そうなんですよ。これがね、ひし形シルエットが一番やっぱかっこよく決まりますよね。こういう風にしたかったあ、そうそう。僕の動画でよくあるこれみたいな、これだよみたいなよく言われます。なんですよね。大体黄金比とかって全部一緒で、そこをなんかちょっと外さなければそんな変にはならないんですよ。そこから先はセンスになるんだけど、基本的に僕はセンスない方なんで、黄金比を求めていく感じ。いや、なんかモデルさんすべてすごい素敵。いいですよね。はい、そうだからね、絶対失敗しない比率っていうのでやってるだけで、なんか新しいデザインを想像するとかはちょっと僕苦手なんで、これやっときゃ完璧みたいなところを超練習しました。でもおっしゃってました。TBK さん。TBK さん。はい。TBK さん、ごめんなさい、僕担当会ったこともないんですけど、担当なんかインスタも TBK さんでやってるから、ユウさんの名前がわかんない。本当ですか？ホットペッパーに載ってました。お写真。お写真を。はい。男性です。でもなんていうんですか、セミナーに行かれたことあります。なんだって。言ってます。挨拶してるとは思うけど、お話ししましたっておっしゃってました。ごめんなさい。いや、でもTBK の何々ですって言ってくれないとなるほど。いや、いつも見てますとか言っていただけるんですけど、でも本当にね、インスタとかのSNS 上のやり取りは結構してて、すごい上手だなと思ってて、すごいいい人。そう、いい人。メテオの使いこなしがすごいんです。もう行った時に忠実にこのやり方でした。さすがです。ありがとうございます。私も動画見てるんで、お分かりだと思うんですけど、これアクアです。ありがとうございます。お二人のトークも本当にこのまんまっておっしゃってました。そう、セミナーの時もずっと大体。面白いって言ってました。そうなんです。セミナーも同じような感じで過ごしてるから。よし、いい感じですね。ちょっとだけドライカットしますね。最後にもやるんですけど、ちょっとこの辺りが重たいんで、最初に少し取っておきます。はい、STR のドライカットシザーですね。片刃しか刃がついてないんで、なんかストレスなくドライカット、スライドカットができます。一つ取っといて、あとはもう最後ですね。最後に細かいことになるかなって感じです。よし。この表面の内側を取る。押しのスライドカット。そうすると、
こんな感じ。結構メテオ取扱サロンの掲載、あれでなんかやってみたいっつっていろんなところに行ってくれてる方が多いです。うん。もうインスタ見た瞬間もう絶対やろうと思って、あれなんですね。そう結構継続すると本当にもっと良くなってくるし、今日みたいに一回こうやって調整挟むじゃないですか、そうするとやばいです、アルテマストレートでもいいし三節ストレートでもいいし、なんか挟んであげるともっとやばいんですよ。いい感じにツヤとかが持続、さらに乾かすだけで良くなったりするから、どのくらいで通った方がいいんですか？普通にカラーの感覚でいいと思います。本当ですか？やりすぎてダメになるってこと、なんか3熱トリートメントってやりすぎると硬くなるとかそういうリスクが結構あったんです。要は強酸なんであったんですけど、カラーと混ぜると酸が弱まるんで、だけどトリートメント、メテオのトリートメント成分っていうのが中に入っていくっていうんで、カラーと同じタイミングでいくと、今日はカラーをさらに、カラーってアルカリ性なんですよ、アルカリ性でメテオは酸なんですけど、酸のまんまいくとメテオ単品にポッていくとちょっと回数重ねると硬くなったりとかするんで、単品でいくときはトリートメントと混ぜたりして。そうでカラーアルカリ性でアルカリも傷むんです、本当は弱酸性とか中性が一番髪は傷まない、だからアルカリに酸をちょっと添加するんでアルカリもちょっと弱まるんで、要はカラーのダメージも減らして、こっちのトリートメント成分も入るっていうもう最強の魔法です。いろんなサロンさん日本全国出てきて、いろいろ勉強できるチャットとかも僕作ってあるんで、結構いろんなところでできるようになってきてもう嬉しいですよ。いやメテオすごいっておっしゃってました。考えたらもうすごいな。ありがたいですね。あとね2件なんで多分取り扱ってるとこあるんだけど、なんだろうな、掲載もううちマスターしたんでメテオ取り扱いサロンに乗っけてくださいって言ってくれてるサロンがもう今数百500に近くあるんですけど、サロンさんが、あとこの間インスタに上げたんですけど、あと和歌山県だけっつって見ました和歌山県の人って言って和歌山の方から連絡来たんですけど、その後超クレーム来て山梨が入ってない山梨県の皆さんすいませんでした確認したんですよ岩崎にも。これうわーって見て和歌山だけだよねっつって和歌山だけですねっつって言ってたらなんかなんで巻き添えにしようとするんですか？和歌山だけっぽいよって言われたからあそうなんですねって言ったんですね。そしたら巻き添えにしないでください。山梨はどこですかって山梨県入ってません。本当すいませんっつって47都道府県数えたんだけどな。ね山梨いいとこですよ。ですよね。あれね、ほうとうと何回か行ったことあります。ですよね。ほうとうとほったらかし温泉、あとワイン、甲州ワイン。言えば言うほど怒られそうだからね、やめます。じゃあカラーしましょう。アイロンしないですか？カラークロスしてからですよ。じゃあ雑談が入ったんですけど、カラー準備しながら表面アイロン最後ちょっとします。じゃあクロスカラーに変えたんで、最後さっきやったアルテマリッチのいうのの2対1のところに軽くアイロンします。あんまりもうシャキンとさせたくないんで軽くいきます。で温度は190度ですね。で酸性矯正、スピエラを使った酸性矯正みたくじっくり熱置きはしないんですけど、ある程度は置いていいです。スルーよりはちゃんと置いてあげる感じですね。こうしてでもほんと綺麗になるんで簡単にこうしてあげて、もう特に説明は不要ぐらいですね。本当に表面矯正はカウンセリングしてそのままシャンプーする前にリッチ油の塗ってで本当5分とかで流してでここからカットすればいいんで、時短は半端ないです。もうアルテマの目指す先の時短っていうのは完全にこのリッチ油のですね。僕はちょっと邪道というかアルテマさんとは別でスピエラ使ったりしてリスク回避のための矯正とかもするんですけど、基本的にアルテマの製品の考え方は時短ですね。時短生産性を上げるとか、あとは簡単とか言うんですけど、でもリッチ油のは意外に奥が深いですね。簡単ではないやつ、奥が深い。でもやればやるほどなんだかんだ最強だなって思うんで、こうしてでこの表面が綺麗になるだけで全然ツヤ感も変わってくるから相当いいかなと思います。一気に若返るというか、やっぱなんだかんだ言って若さを作るのはツヤだと思ってるんで、このツヤっていうのをこの矯正とリッチ油のとあとはメテオで作っていきたいかなと思います。なんかすごいうねりがある人以外、うねりっていうかとんでもない爆発する人以外は宿毛矯正っていう案がない方が多いんですね、お客さん自身に。ただ表面のチリつきは圧倒的に宿毛矯正で完全に綺麗になるんで、それをしっかりと
とカウンセリングでお伝えしてあげるといいと思います。メテオだけだとどうしても内り付きうねりっていうのはなんかそこまではカバーできないんで、還元剤っていうパーマ液が入ってないんで、なんでもう還元剤でシステアミンチオグリコール酸が入ってる方がやっぱりいいですね。それプラス表面にメテオが入ることによってとんでもないツヤが生まれると思います。はい、終わりです。からいきましょう。はい、このまま薬剤紹介。根元のグレーリタッチですね。で、先は、そのままいっちゃいます。14円の 2GB グリーンディープブルーを3対1対、15%、5% です。なんで、今日は色味もちょっと大量に入れつつ、大体いつも白髪染めだと 10%、色味 10% が多いんですけど、色味が 20% ですね。15対5。3対1になってるんですけど、3対1対 15%、5% いきます。で、透明感。やっぱブルーが多少入ると透明感がすごい出てくるんで、グリーンで赤みを消して、ブルーで透明感を出すっていう方法ですね。で、6% で、根元塗ったら、その単液、ちょっと多めに作ったんで、70g 作ったんで、単液にメテオとか処理剤を入れていくパターンでいきますね。2カップ作ってもいいんですけど、ショートなんで、そういう逆に色が合いづらくなるかなと思うんで、今日はこれでいきます。はい。で、頭皮保護、天才糖。もう少ないですね。買わないと。はい、天才糖大さじ1杯、コネクタ1プッシュ、2フォーム2プッシュです。で、とりあえず根元の薬にはメテオ 10% 入ってます。で、これ塗り終わったら、ここにドロップとメテオを足していって、あとコネクタ1プッシュですね。と、ハウタム 3g 足していきます。いきましょう。途中電気足しました。足してません。厳しいね。途中で切れてもいいのならどうだ。怖いね。ちょっとやめろ。いきましょう。もうだいぶツヤが出てきたんですけど。てかもう違いますよね。はい。いい感じだと。すごい。結構じゃあ動画を見ていただいて。はい。いろいろご存知で、ホームケアをするから。全部多分見てる。全部。はありがとうございます。くだらないやつまで結構。過去のやつ。お二人のゆるいチャンネルも見てます。そろそろやらないとあれ。どういうのがいいですかね。サブチャンネル、まあメインチャンネルはこうやって普通にどんどんやっていくんですけど。はい。なんでもいいっちゃいいんですよね。いかんせん時間が今最近なかった。もうようやく怒涛の10月、山形、高知、大阪っていう出張が終わったんで。なんか多かったですもんね。そうなんですよ。ちょっと多くて。何も売ってないんですか。何も売ってません。何も売ってないです。そう。何も売ってない。お休みがってことですよね。まあ何もないです。楽しかったね。やっぱ楽しいですよ、行くと。なんかその場所のなんか美味しい食べ物とか。食べました。カツオめっちゃうまかった。カツオ。カツオやばいですよ、本当。土佐巻きですか。土佐巻きが美味しかった。土佐巻きうまかったね。美味しかった。土佐巻きって何ですなんか。かカツオの太巻きみたいな。カツオのたたきをなんかちょっと漬けなのかな。ちょっと味したよね。塩っぽいしょっぱい。で。ニンニク入ってて太巻きになっててそのままなんか刺身みたいななんか丸々入ってますみたいな。めっちゃうまかった。めっちゃ美味しかった。風が気持ちいいんですよ。また高知の風が良かったね。なんかこんな感じがします。でも暖かくて暖かったね。東京もメテオ入れてきます。寒かった。なんかいい街でした。いい街でした。上からお前それ大丈夫。いい街でしたって感想ですよね。普通に感想じゃないですか。長野っていいところですよって言うじゃないですか。では最低。だって人を貶めようとするのやめた方がいいと思いますよ。次は岡山に。岡山に。岡山って何が美味しいんですか。岡山。きびだんご。いや岡山難しいんですよ。なんだろうね。桃太郎しか出てこない。もう旬じゃないじゃん。何が美味しいんだろう。海鮮はうまい。でも瀬戸内。でもなんかこれだっていうのは調べてください。岡山の人に怒られない。あんまりやると山梨の人にただいたら怒られる。忘れてたから。忘れてたんだよ。見落としてた。ここ違うからやめてもらっていい。お隣だからね東京。あ、そうなんですか。そうね。山梨どこにあると思ってんの。あっち。なんだそれ。富士山綺麗に見えますもんね。そうですね。死ぬまでには登っときたいところって感じです。俺も登ってみたい。登ったことない。登れるかな。いや、お前絶対登りたがる。松山城登るのだってもうセグウェイが欲しいとか言ったぐらい。絶対富士山なんか登んない。山だってちゃんと登ります。松山城は？城じゃないですか。山はちゃんとあれはしかも観光で行ったじゃないですか。ちゃんと登山しますっていう気持ちで行ったら登りますって。なるほどね。高尾山登ったことあるよ。あります。高尾山からスタートした方がいい。高尾山って簡単ですか？高尾山は下から行くと大変なんだ。大変3時間ぐらいですか？結構かかりますね。で真ん中までロープウェイが走ってて、ロープウェイからだと1時間ぐらい。近いですね。そう、もういいんじゃない？だから普通に超普段着の人とか
ヒールにビトンのバッグ持った女の人いて。なんで富士山じゃねえや。なんで高尾山にその格好で行こう。いや多分ねあれロープウェイのところにビアガーデンがあれめっちゃいいですよ本当。それにビトンのお姉さんは行く予定だったんですか？ビトンのね、いやでもなんかちょっと上まで登ってた。多分行ってなんかちょっと飲む前に軽く運動しちゃうぐらいのノリだと思う。で多分山頂まで行くの諦めて戻った。階段とかもブワーっていう階段とかあるから。であのビアガーデンがしかも飯もうまくて、景色がやばい。もう横浜から何から全部見える。あ、そうなんですよ。ビアガーデン行ったことないんですよね。ビアガーデン行ったの何も行ったことない。ヒレは行っちゃダメ。ごめん自分でこういうスタイルだからちょっとダメ来ないで。すいません。ごめんあれやりたいんですよ。ごめん唐揚げとか枝豆とかしかないから来ないで大丈夫です。これやりたいんですよね。じゃあそれはもうしもべたちがやります。しかもあなたビール飲めないでしょ。ビール飲めない。大丈夫です。お酒飲まないけどこれやりたいんですよ。いやこの間伊豆の主釣りっていうキャンプ動画僕キャンプの YouTuber めっちゃ好きで、で見ててキャンプでビアサーバー、ビールサーバーを持ってってソロキャンプで決めるみたいなやつでこうやってすごいアップになったりするんですよ、グラスとか。でこうやって泡を打ってたらすげえ泡だけで出るんですかみたいな。うちの世間知らず人。ビール飲まないと分かんなくないですか？分かるよ。居酒屋でバイトしたこともないんですよ。いやでも分かるでしょ。こうやったらなんか一緒に同時に泡が出てなんかすごい上手にみんなやってんのなとかちょうどいい子の泡を。違う。あれやりたいんだそうです。泡必要な派ですか？これ泡なし派です。だからこれだったら泡入れないです。多いですよね、泡いらないっていう。海外とか泡ないですよね。ハワイとかでビール頼むと泡なんか1センチもない。なんで日本は泡があるんですか？あれが要は旨味を閉じ込めたりしてくれるんだよ。そう。でもその閉じ込めるには飲んでるうちにさ麦芽がさちょっと酸化したりする。酸化しねえと思うけどなんか味が変わったりするのを泡で防ぐみたいな感じなんですけど、それを超えるスピードで飲めばいいんだよ。なるほど。どやじゃあこんな感じ。じゃあ15分経ったんでアクアつけてしっかりと乳化まではいかないですけどかなりしっかりと中間処理してもいいかなと思います。でこの後シャンプー台で、しっかりと乳化して離島のカラーの残留アルカリの有利を行って、ヘマですね。ヘマチンつけてジャックエッジつけてチェンジリンスシャンプーでノットシャンプーにユニフォームであとこのままシャンプー台でアルミのコアミですね。バッチリですね。いい感じです。じゃあ5分後流します。お願いします。お疲れ様でした。ナイス。じゃあノートのリスト。さっきも説明したんですけどレブリン酸配合で髪の小さいうねりを取ってくれます。まとまりのいいオイルになります。オイルじゃないミストになります。でオイルインクオイルつけて乾かしましょう。楽しみですね。行きましょう。プロ終わりました。ありがとうございます。よし、じゃあ続きいきましょう。終わりました。ありがとうございます。やばいですよ。いやすごい。初めて。いい反応しよう。すごい。そうなんですよ。メテオと矯正の融合がやばいんですよね。そう。これアイロンしてないじゃないですかまだ。私の髪これ。そうなんです。これちなみにもう何もわかるかな。もう手触り伝えたいですね。なんですかね。やばいね。そう。でちゃんと丸さもありつつ、ここからアイロンするともっとすごいことになる。楽しみにしてください。じゃあ肩続きいきましょう。よいしょ。ちょっとグッと下見てくださいよ。じゃあ後ろお願いします。こんな感じもうでもできてますね。完成に近いんじゃないでしょうか。これちょっと粗があるんで少し取ってくるんですけど全体的にショートで襟足が締まってってここに重さが乗っかってくるっていう形ですね。まず襟足のアウトラインきれいにしちゃいましょう。こういう三つ襟のところとかが出てくるんでこれセニングで落とします。セニングで落とします。で内側が厚いなと思ったらこの三つ襟はだいたいショートはね邪魔になることが多いんでここをルーツセニング。これでだいぶ綺麗になると思います。こうしてこう出てきた毛はセニングで落とす。でこの三つ襟をルーツ。そしたらここら辺の厚みのあるところをちょっとセニング入れます。タイトにねここら辺がやぼったいとすごい分厚く見えちゃうのとあとはやっぱ洋服に合わないですね。冬迎えるにあたってここら辺がすっきりするっていうのはなかなかマストだと思うんでやっぱり夏は伸ばしてで
冬短くするって方は僕のお客様は多いかもしれないですね。やっぱ洋服との相性はいいですね。これもちょっと重いんでちょっとセーニングでいきます。あんまりつきすぎない、もう程いいとこで、あとはオイルとかつけるとすごい綺麗にまとまってくれると思うんで、こうやって色もバッチリ透明感のある仕上がりになってると思います。よいしょ。はい、はい、真正面向いてください。よし、いい感じですね。よし。もう一回ドライシザー STR に持ち替えて、細かいところを落として終わりましょう。そしたらいい感じです。いい感じなんで、よし。さあ、前髪ちょっといきますね。はい、ボリュームありつつ、どっちに流してもいいように真正面でいこうかなと思います。ちょっと量を取りましょう。そしたら顔周り全部前下がりで切ってるんで、ここら辺にレイヤーがない状態なんで、ここは少し削っておくといいですね。そうすると顔がより小さく見えます。 OK。 よし、そしたら、はい、メテオの耳の結合、もうこれだけでもサラサラなんですけど、さらにツヤを出していきます。でこの際にショートなんで少し丸みがつくようにやってあげるといいですね。この蒸気、湯気が出ることによって脱水ですね。脱水が進んでトリートメント成分がしっかりと髪に定着します。ここは特に矯正したとこなんで、弱酸性のアルテマストレートしたとこのメテオはやばいです。プルンプルンになります。これがなんか多分たくさん見ていただいた動画のツルツルです。はい。いや、もう見てわかります。いい感じですよね。はい。次行った時はどういう風に言えばいいんですか？普通にメテオトリートメント、メテオカラーでいいと思います。メテオカラー。TBK さん行かれる感じですよね。多分もしあれだったら。はい。だって取れないです。毎月頑張ってるんですけど。すいません、本当。そう、あれいつも通りでいいです。で、多分4ヶ月ぐらい持つんですよ、この矯正。はい。なんで4ヶ月後ぐらいにメテオの、はい、メテオじゃん、アルテマストレート、はい、表面やってもいいし、多分 TBK の人、おそらくですけど、僕の動画めちゃめちゃ見てくれてるし、セミナーも参加されてるってことは、アルテマストレート絶対マスターしてるんです。はい。インスタに上がってました。ですよね。はい。そう、僕もなんか拝見した気がする。なんで、表面の部分をやってもらえれば、もうずっとキープできる。わかりました。はい、今回メテオが出たことによって結構同じような施術をなんか結構体験できるサロンさんが増えて、はい、であと僕使ってる薬剤とかもかなりアルテマもそうですけど同じ感じで仕入れていただいているサロンが多いんで、はい、同じこのアイロンで同じようにやっていただきありがとうございます。感動しちゃいました。そうそう、めっちゃ好きだと思います。僕の、はい、男性ですよね。男性です。じゃあちょっとあらって言いながら僕男性にめっちゃモテるんですよ。そういう意味のあれじゃなくて、男性人気がすごい。なるほど。全然女性美容師さんからは何の連絡もお母さん美容師さんめっちゃ連絡してくれます。お母さん先生たちはね、すごいなんかメテオに出会って美容人生楽しくなりましたって言ってくれるんですけど、はい、あんまりね女性美容師さんのそれこそ若めの子たちは喋ったこともない。なんか声かけづらいんじゃないですか。いやいや、そんなことないもう噛みすぎて。いやいや全然意識高いなんかアラサー美容師はものすごいいっぱい来ます。たまに動画に出てくるサコンとシダっていう、そう、昨日もそこで飲んだんですけど、ニット銀座も見ましたよ。ニット銀座西さんのやつ新潟さんですよ。ありがとうございます。お腹抱えて笑っちゃいました。西さんがちゃんとでもご連絡ちょっといただけるんですよ。内容ああいうんじゃなくて、長さんの感じの動画この夜アップしますみたいな。でもそう言って LINE 来た瞬間から楽しみでしょうがない。すごいいつも面白いんです。そう、もうゲラゲラ笑ってます。西さん天才ですよね。あとそれを忠実になんかいろいろやってくれるスタッフの人たちはやっぱ赤松さんが安定ですもんね。人だなと思って。さすがだなと思って。本当ですよね。よし。前髪は前にアイロンしてで、マジックカラーがいいです。そうするとすごいこれちょっと冷えたかな。こんぐらいボリュームが出るんですよ。はい。どうしてもやっぱりボリューム感っていうのをどんどん作っていってあげた方がよくて、そう。基本的にはこのマジックカラーとか、ブローした後にカラー巻いといてあげてもいいし、そういうのがいいかなと思います。あとね、後頭部もここ1本巻いといてもいいです。そこら辺はお任せしますね。はい。よし、じゃあちょっとクロスに外して、ちょっとスタイリングしましょうね。はい。後頭部がまだ見てないですもんね。
見てないです。そうです。はいいい感じなんです。で、そうです。はい、持ってます。さすが。すっごいいい香りですよ。ですよね。ようやく輸入が安定したっぽいですね。あ、そうなんです。そう。この間インテックス大阪って言って大阪でイベント、ビューティーワールドジャパンっていうのがあって、そこにこれを輸入している会社の社長さんが来てて、そうなんです。そろそろデンソイルマジちょっとって言ったらだいぶ安定してきました。新しい香りも出るみたい。そうなんです。今桜と金木犀だけど、でもなんか何が出るって言ってたっけ？なんか出るみたいなんで超交互期待です。まあ金木犀。金木犀いい香りですね。いいですよね。よし。さあさあ、ツヤ感と、あとは襟足のタイトさですね。はい。あ、おお、すっきりしました。そうなんです。はい。ここにボリューム感があるのがいいんですよね。あんま上すぎてもかっこよくないし、ちょうどこの頭の真ん中ぐらいにボリュームポイントで、ボンノクボっていうくぼんでるところに向かってボリュームが落ちていく。かっこいい。かっこいい感じ。モンチじゃない。そうですよね。嬉しい。いい感じ。こっち側からも映してほしい感じ。いい感じじゃないですかね。はい。モンチじゃない。モンチじゃない。オッケー。はい、そんな感じです。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。雨の日になぜかちりつくとか、なぜか広がる。メテオとかしててもすごい普段はいいんだけど、やっぱ湿気に弱いっていうのは原因はうねりです。うねりと小さい癖なんで、そちらをアルテマのリッチ U の2対1でもうサクッと高速宿毛矯正ですね。もうそんなにすごいうねりの癖を伸ばすわけじゃないから、さささっと伸ばしてあげて、そこにメテオのカラーっていうのを出すことによって最強のツヤ髪っていうのができるかなと思います。あとカットは、ちょっとお任せいただいたんで、メリハリのあるショートで、さらに女性らしい顔周りの長さっていうのは保ちつつ、襟足をタイトに締めてかっこよくっていう感じでやらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんな感じで、メテオではかなり広がってすごいありがたいんですけど、メテオで癖を伸ばすことはまずできないと思ってください。ツヤを出す、収まりを良くする。それが一番のメテオのあれなんですけど、やっぱり癖が原因のじりつきだったり、うねりだったり、広がりっていうのは宿毛矯正をした方が手っ取り早い。そこにメテオが乗っかることによって、もう本当にいい感じの質感になると思うので、美容師さんもぜひ参考にしてください。ありがとうございました。以上です。触っても平気です。もうそう、触ってなかった。ちょっと初めての感動です。やばくないですか？やばいです。いや、メテオをやった時もすっごい感動したんですけど、いや、すごい。生まれて初めて。すごい。はい。お疲れ様です。ありがとうございました。どうも。そこ、ツヤがすごくいいですね。すごい嬉しい。明日ちょっとお友達に会うので、もうウキウキで行ってきます。よかったよかった。お友達びっくりしますよ。今日いらっしゃったビフォーと比べると相当変わりましたね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ツヤツヤで楽しみにしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。久々の貴族お手振り。お手手の調子はどうですか？これが痛い。爪が可愛い。すごい絆創膏あってんじゃん。痛いか。手荒れ再発。かなって。原因は異心性湿疹。その名前でしたっけ？そんなんだった気がする。早く治るといい。どこ見てんの？ここだよ。はい。じゃあそんな感じで11月も頑張りましょう。痛い。お疲れ様でした。なんだそれ。痛い。はい。